この番組バンジー中毒では一度は空を飛んでみたいあなたへバンジージャンプの魅力をご紹介していきます。はい、今週もマッツンと私野々村でお届けします。僕はどこでもバンジー VR を作っていたり、マツコの知らない世界でバンジージャンプのプレゼンテーターも務めたやつです。こちらはののさんと20年来の友人でバンジージャンプを飛んだことないけどバンジーを紹介したい松村です。はい、ということで今回は第42回目ですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、トークテーマに移りたいと思います。はい、トークテーマはバンジージャンプでよくあるトラブルベスト5です。はい、これね、マッツンがね提案してくれたよくあるトラブルベスト5、すごいね、定番っぽい企画やけど、なんかちゃんとこういうのがない最近ないなと思って。そうね、これね、考えてきました。お、はい、ありがとう。まあ言うてさっきやけどバンジージャンプ俺やったことないから、まあバンジージャンプやったことないけど、これからバンジージャンプ飛びに行こうと思う人とかはすごいいい放送になると思うし、そうね、ノーさんはもう30回とか40回ぐらい飛んでるから、50回ぐらい飛んでる、まあ、50回ぐらい飛んでる50回ぐらい飛んでるから、もうこう達人だからこの辺をちょっと気をつけといた方がいいよというところを聞いて、まあ、バンジージャンプに行ってみましょうというところに最後つながっていけばいいかなと思います。はい、では早速第5位から。はいはい、ごめん、一言で言うの難しいな。第5位、飛び込んで逆さまになってる時、自分の足首外せるかどうか不安でドキドキする。なんじゃそれなんじゃそりゃこれどういうことかっていうと、はい、まあ、バンジージャンプ場もいろいろ種類があるんですよと。まあ、遊園地バンジーと大自然で飛ぶバンジー、で大自然で飛ぶバンジーでも足首が自由に飛べるフリースタイルっていうところか、あるいは両足首を縛るアンクルハーネスをつけて飛び込む場所かって分かれるんですよ。フリースタイルっていうのは、まあ、体につけるみたいな。そうそう、体、大体腰ぐらいに。で足は自由なんよね。足自由でアンクルハーネスは足を固定されて飛ぶから、そう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 、足が動かない。そうそうそう、でかつ飛び込んで基本的には頭が真下になるわけですね。アンクルハーネスで有名なバンジージャンプ場ってどこなん？岐阜、みなかみ、やんばっていう感じかな。はい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 、あと富士バンジーも今はアンクルハーネス。なるほど、はいはい、この頭が真下になったまま最後引っ張り上げられるんじゃなくて、両足首を解放して、バンジージャンプ飛んだ後ね、バンジージャンプをまずアンクルハーネス装着して飛びますと、はいはいはい、飛んだ後、ってことね。飛んだ後ビョインビョインしてる時に自分がね、両足首を手でビュッと引っ張って解放しないとずっと頭が下になった状態のままになっちゃうんですよ。両足首をビュッて解放すると腰を起点に頭がぐーっと上に持ち上がってくれるようになってんねんけど、なんかわかるけど、まあ飛び込むやんか、飛び込んだら、まあもちろん頭は下です、で一番下まで降りて、で反動で上に上がった時に、足のなんか紐みたいなのがあるの？そうそうそう、足の横に紐がある。はいはい、それを解放したら上半身が上がって、そう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 、頭が上に行くっていうことね。これがね、初めてみなかみバンジー飛んだ時も飛ぶ準備をする中で、なんかその逆さになった人形を使って、スタッフの人がじゃあ飛び込んでる時に、そのビョンビョンになってる時にここの紐引っ張ってこういう風に引っ張ってください、ほらそうすると頭が上にあります、じゃあ飛びに行きましょうみたいな感じで結構さらっと説明されるから、そう、まあ飛ぶことに対して緊張してる中で、情報頭入ってこうへんわっていうのが確かにね、結構ある。でそのままずっと下やとどうなる？まあ快適じゃないっていう感じだね。すげえ頭に血が上ったまま。そういうことね。はい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 。でそれこそこの間ナイトバンジー飛びに行った時に、バンジーラブさんと現地合流して飛び込んでけども、バンジーラブさんアンクルハーネスのバンジーが初めてで、でこのまああんまりなんか腕に力とかもあんまり入らない人やから、両足首を解放することができなくて、そう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 、でなんかもう飛びながら無理とか言ってでスタッフの人も引っ張ってとか言って
無理って感じに実はなってしまって。なるほど。そういう実例も交えてトラブルですね、それ。そうそうそう。まあ、コツとしては、テーブルクロスをビュッと引っ張るみたいに一気に勢いよくその紐を、足の横にある紐を引っ張るって感じなんだよね。はい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 。で、かつ、自分の体が上下に浮かんでる時に、まあ、一番下から浮かび上がって、で、浮かび上がってもう一回落ちる瞬間、その無重力になる瞬間ってあるじゃないですか。はいはいはい。この無重力になってる瞬間が一番ビュッと紐を引っ張りやすいっていう感じ。ああ、なるほど。一番下まで上がって上に上がってもう一回降りる瞬間ね。そうそうそう。そこを狙う。そうそうそう。おー、わかりやすい。これが第5位。バンジージャンプでよくあるトラブルベスト5の第5位。おー、なるほどね。はい、続きまして、じゃあ、第4位。はい、第4位。メガネメガネ。何それごめん。それは、なんか、メガネって言った今。メガネ。はい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 。これ何かっていうと、メガネをつけたままバンジージャンプは飛べませんと。ああ、なるほど。外していただきます。どうするかというと、まあ、コンタクトだったら OK ですと。で、うわ、やばいと。メガネ、視力が悪くてメガネの人だったらば、せっかく飛び込むときに、まあ、綺麗な景色だったり怖い景色とかと向き合うっていう瞬間に、ちゃんとその景色が見えないっていうね。はいはいはい。ことが起こってしまうので、メガネの人はコンタクトを用意しておきましょうというのが、なるほど。はい。ベスト4の、トラブルかなと。なるほど。結構それはやっぱメガネをつけたまま来てしまう人が多い。そうね。僕もね、なんか昔、なんか頭になんかスポーツとかで使うバンドのやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれがあったらメガネつけたままでいけるみたいなのを聞いたことがあるような気がすんねんけど、でも直近で何度か行った時はメガネはちょっと無理ですよって話だったから、まあ運営する場所によっても違うかもしれんけども、そうそう、基本的にはコンタクトで。なるほど。コンタクトでいきましょうと。はい。了解です。はい。まあ、それも結構、なんちゅうのね、初めて行く人は知らない情報かもね。そうね、そうね。じゃあ次。はい、第3位。はい。はい。その靴、ちょっと履き替えてもらえますかその靴履き替えてもらえますかと言われる。そう。全然トラブルでも何でもないかもしれんけど、はいはいはい。基本的には、もう、靴紐の、で、ギュッと縛れる靴じゃないと、ダメなんですよ。はい。ちゅうのは、例えば、サンダルとかはダメ。当然ダメ。もう当然ダメだし、靴でも、なんか、ブーツとかダメ。ブーツとかダメ。ハイヒールとかもダメ。そう。スポーツシューズみたいなやつで、靴紐をガッと縛れるやつ。はいはいはい。じゃないとダメですと。で、まあ、そういう靴じゃなかったらなかったで、一応なんか、履き替え用の靴用意してくれてるんやけども、ね、せっかく写真も撮りたいタイミング。はいはいはい。踏み込んでいく足元がどうなってるかってやっぱ動画ではね、記録動画ではやっぱ見ちゃうわけじゃないですか。そういう時に、なんかダサい靴やなってなると。ダサい靴なんか。いやバンジージャパンさん貸してくれる靴はダサいと。まあ、なんかね、ゴム付き、ベルト付きのクロックスみたいな感じだったんけど、僕が前、引っかかった時は。そうそう。なんかね、僕がよく好きな靴で、カンペールっていう靴でさ、こういう靴紐なってんのよ。はいはいはい。ジグザグになっててさ。で、この、靴も、なんか引っ張ったらさ、縛れるから、はいはい、全然僕、とある富士バンジーとかでは全然 OK やってんけど、岐阜バンジーとかに行ったら、この靴じゃダメですって言って、履き替えさせられたりとかもあって、そうなんや。そうそう、やっぱ場所によってもね、運営マニュアル異なるから、そう。なんか今、ノーさんが今、カンペールって言って見せてくれたやつは、割とそのなんか、都会でよく皆さん履いてるような、スニーカーですと。でそれでもなんかダメって言われる時がありますと言って説明してくれたから、そうなんやって言っちゃったけど、なんかスポーツシューズじゃないと本当ダメなんだよ。
まあ、なんか、本当に紐がちゃんと、蝶結びみたいなので、両側からギューッと引っ張って縛れるような靴。なるほどね。スリッポンとか危ないからってなると思うな。スリッポンね。確かに。なるほど。まあそうやな。紐なしのスニーカーはダメって感じね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それもみんな知らんからいいんじゃないですか。はい。では次は、はい。第2位。第2位。スマートフォンは紐なしバンジーしないでね。何それ紐なしバンジーしないでね。そうそうそう。まあ、バンジージャンプ場に行ったら、まあ、遊園地バンジーとかだったら別やけども、まあ、ブリッジバンジー。はい。ね。橋から飛び込んでいくようなバンジーだったら、まあ、例えば友達同士行ったりとかしたら取り合うじゃないですか。はいはい、写真ね。そうそうそう。で、橋の手すりからちょっと手をギュッと出して外側に。で、友達とかをね、友達が飛ぶ横からスマートフォンで撮ってあげたりとかしたいわけですよ。はい。で、するわけですよ。その時に、マジでスマホを落とすとなるから、危ない。もう、すごい高いところやし、もう手が震えたりとか、滑ったりとか、すごいするよと。そうそうそう。だから僕は、もうこういうね、リング型のストラップでさ、もう指入れられて、絶対スマホ落としませんよっていうのを絶対に持っていく。あー、なるほどね。それで、のんさん実際現場で、まあ、スマホじゃないけど、なんか落としたものとか見たことある？確かにね、なんだかんだ、その現場には出くわしてないけど、まあそういうことがあるっていう話は聞くね。なるほどね。まあめっちゃ怖いからね。飛ぶ前とかも、手が震えたりとかね、体が震えたりとかするし。そうね、そうね。初めての人はね、そう。だから、やっぱり、そのストラップとかもつけたやつで写真撮ったりとか、まあ写真撮ってもらったりとか、取り合ったりとかした方がいいっていうかね。確実よね。そう。高いところ行った時以外でも、まあ、例えば、海とか行ったら、行くんだったらそういう防水ケース入れた方がいいとか、いろいろルールあるよね。あるね。そういうのの類よね。類やね。はい。では、それではですね、ちょっと栄えある第1位。今まで5位から振り返ると、5位はアンクルハーネスの時に紐を引っ張ってうまく立ち上がれない。4位はメガネの人がコンタクト忘れた。はい。3位は靴紐を結べないやつだったから履き替えさせられた。なるほど。2位がスマホを落とす可能性がありますよっていうやつですね。そうそう。いや、結構ここまででもだいぶ充実した。本当。トラブルレイやと思うけど、1位。1位。お願いします。はい。バンジージャンプでよくあるトラブルベスト5第1位は、集合時間に遅れそうになる。なんじゃそれ。いや、これ本当あるあるなんですよ。場所遠いじゃないですか。思ったよりやっぱ遠い。そう。まあ割と1日かけて行く。で、予約時間があって、まあ15分前とかには集合してくださいね、みたいな案内とか来るわけやけど、遠いから、まあやっぱ車とかね、時間配分読み間違えて、遅刻しそうになるっていうの本当あるし、かつ、あるいは旅先に早めに入ってたとしても、旅先なわけやから、いろいろ詰め込みたいわけですよ。あれ見てとか、これ食べてとか。で、食べた後に行こうってなった時に、やばいって。遠いと意外。意外に遠かった、みたいな。一番読まれへんのは、やっぱ駅から、そのバンジージャンプ場までの距離。そうね、僕が今まであったのは、例えば、群馬のバンジーと、埼玉のバンジーをはしごした日があって。なんでそんなすんの？そう。一日で？一日で。なんでそんなんすんねん、ほんまに。
で、埼玉行くときに、まあそれなりに距離あるから、そう。で、しかも渋滞とかがあったから、そう。うわーって。はい。車で移動しようとしたんね。そう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 。高速渋滞みたいなね、要素やね。次のバンジージャンプ場間に合えへん。そう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 。どんなやつやねん。ダブルヘッダーを組むっていうこと自体すごいし、まあそれで車で移動して交通渋滞はまるっていうのもまあ珍しい。そう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 。だからそれなんかあんまりその初心者向けのトラブルに入らない。もう一つは、昼飯食べた後の予約枠でしたと。はいはい。昼飯の提供が激遅で。なるほどね。まあね、田舎にあるお蕎麦屋さんとかでね。それはなんかありそうね、初心者の人も。そう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 。いやなんか、まずその地方まで行きます。で、地方行って、で、まあ、この辺でご飯食べてから行こうと思ってたら、ある。その地方のこの、まあなんていうんですかね、労働時間に対する価値観の違いね。ちょっとなんか、大ごとやな、なんか、大げさというか。いや、彼らの、やっぱりゆったりした時間のね、流れて方とかね、あとはもうこの、人が少ないからね、その労働力が少ないから。そうね。もともとこれぐらいでやってますくらい。そう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 。なるほどね。そこは焦りたくないし、いや、俺はなんかその、駅着いてからバンジージャンプ場までが結構時間意外とかかるのかなとか。なるほど。まあ、それは立地にもよるけども、最終的にはやっぱり車で行くっていう場所の方が多くて、はいはい。まあ、秩父とかは電車の駅からも近かったりするけど、そう。まあ最終的なその車での移動とかの時間の読み間違いとかかな。なるほどね。はい。まあ時間の読み間違いには気をつけましょうというところでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。多分この初めて、まあ、バンジージャンプ場行く人とかにも参考になったかなと思いますので。はい。はい。ということで今回はバンジージャンプでよくあるトラブルベスト5についてお話ししました。はい、ありがとうございました。番組への感想はハッシュタグバンジー中毒、バンジーはカタカナ、中毒は漢字で X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。それでは次回もよろしくお願いします。